中国マルゴー小型駆逐艦 VS イージス艦ハグロ。ついにイージスを超えた中国艦艇。現在の中国の軍事力は1位のアメリカ、2位のロシアに次いで世界ランキングでは第3位の位置にある。総兵力は234万人で、空母や強襲揚陸艦をはじめ各艦艇を急ピッチで建造している。アメリカ・インド太平洋軍のデイビッドソン司令官は2026年までに西太平洋における軍事力で中国軍はアメリカ軍を上回る可能性があると発言している。中国の現在の軍事費は22兆5000億円で過去最大の金額になっている。これは日本の国防費の4倍にあたる。中国は南シナ海の南沙諸島にある岩礁を埋め立てて人工島を作り、すでに航空基地まで建設している。南沙諸島周辺海域は中東から日本へ石油を運ぶタンカーの通り道になっている。石油のほとんどを輸入に頼っている日本にしてみれば、まさに喉元にナイフを突きつけられているような状態だ。今回はイージス艦を超えるとも言われるマルゴー小型駆逐艦の性能やステルス破りと言われる高性能レーダー、海上自衛隊の最新鋭イージス艦ハグロとの性能比較について解説していこう。中国新型駆逐艦マルゴー5型連敗級とは。マルゴー5型駆逐艦は中国海軍が保有する最新のミサイル駆逐艦で、 NATO のコードネームは連敗級である。満載排水量が1万3000トンと駆逐艦にしてはかなり大型なことから、アメリカではこのクラスをミサイル巡洋艦と位置づけている。マルゴー5型駆逐艦のスペックはこのようになっている。全長180メートル、最大幅19メートル、ガスタービンエンジン4機を搭載、最大速力は32ノット、乗員は280名となっている。兵装としては 130mm 単装砲1機、30mm ガトリング砲シウス1機、艦対空ミサイル24連装発射機1機、 VLS 垂直発射システムは112セルあり、艦の前部に64セル、中部に48セルが配置されている。このセルには西側諸国の艦艇に装備されているマーク41垂直発射システムより大型のものが使用されている。つまりそれだけ大型のミサイルを装填しているということである。この発射機からは対空ミサイル、対艦ミサイル、対地巡航ミサイル、対戦ミサイルなどあらゆる種類のミサイルを発射することが可能である。後部にある格納庫にはヘリコプター2機が収容可能だ。さらに 324mm 3連装魚雷発射艦2機も装備している。現在の建造数は8隻である。開発の経緯としては1995年に起きた台湾海峡危機の話に遡る。この時の中国軍はアメリカ海軍の空母機動部隊の前になすすべもなく圧倒的な戦力差を見せつけられてしまった。このため中国は将来の空母整備計画を視野に入れて、艦隊護衛用の優れた対空能力を持つ駆逐艦の建造を目標にしてきた。1999年から2000年にかけてロシア製のソブレメンヌイ級駆逐艦を導入している。さらに2002年から2015年にかけては国産のマルゴー2チャーリー型駆逐艦を建造している。アクティブフェーズドアレイを装備しており、アンテナを環境構造物の4面に貼り付けた外見から中華イージスと呼ばれている。その後マルゴー2チャーリー型の発展型であるマルゴー2デルタ型が登場する。さらに中国海軍は艦を大型化させることにより火力の強化や生存性向上を図ることができると判断し、マルゴー2デルタ型より大型で先進的な艦艇を建造することになった。それがこのマルゴー5型だ。ステルス破りと呼ばれるレーダー。イギリスの新聞デイリーメールは中国海軍の最新鋭防空ミサイル駆逐艦マルゴー5型のレーダーはステルス性の高い目標を捕捉できる能力を持っていると報じた。搭載されている346ブラボーレーダーには S バンドおよび X バンドという2種類のマイクロ波の周波数域が使われている。S バンドは長距離の目標の探知、
X バンドは精密探知と射撃管理を行う役割を持っている。この346ブラボー型レーダーの性能はアメリカのイージス艦が現在装備しているスパイ1レーダーを大きく上回るとされている。中国の保有する艦艇のレーダー技術は段階的に発展してきている。マルゴーフタチャーリー型は艦隊防空用として建造され、国産の S バンド空冷式フェーズドアレイレーダーを装備し、探知能力は450から 500km になる。中国海軍初のミサイル垂直発射装置 VLS を備え、対空ミサイル HHQ-9 を計48発搭載することが可能だ。この艦艇は現在6隻が就役している。その発展型のマルゴーフタデルタ型は中国海軍の主力駆逐艦で、レーダーは液冷式に変わり、探知距離は500から 600km に向上した。このマルゴーフタデルタ型から初めて防空、対艦、対戦の各種ミサイルを VLS に搭載することが可能になり、ミサイル搭載数も計64発に増加している。中国海軍はマルゴーフタデルタ型を17隻保有していることが確認されている。当初模倣版イージスと言われていた時期から性能を向上させ、マルゴー5型で世界トップクラスにまでたどり着いたと言えるだろう。マルゴー5型は将来中国空母機動部隊の戦闘の指揮を執る艦になることが予想されている。また対艦攻撃や地上目標の攻撃も行うことができ、海上自衛隊のミサイルよりも飛翔距離が長いことから、離島防衛を行う日本としても脅威となる存在だ。今や中国海軍の艦艇は模倣の域を脱しており、マルゴー5型駆逐艦には世界最強説まで出てきているというのが現状だ。もはや中国の艦艇は他国の劣化コピー版ではないことは確かなようだ。では実際に日米のイージス艦の性能とどの程度違うのだろうか。イージス艦とマルゴー5型駆逐艦の比較。海上自衛隊が保有する最新鋭イージス艦ハグロとマルゴー5型駆逐艦の性能を比較してみよう。ハグロの満載排水量は1万250トン、全長170メートル、最大幅21メートル。これに対してマルゴー5型は満載排水量は1万3000トン、全長180メートル、最大幅19メートルと、ハグロより若干大型の船体である。ハグロのエンジンはガスタービン2機および電動機2機の複合推進方式を採用しており、速力は30ノット。マルゴー5型も同じガスタービンを使用しているが、ハグロより多い4機を搭載しており、速力は32ノットを出すことが可能だ。兵装はハグロが 127mm 砲が1門、発射速度は毎分16から20発、最大射程は 24.1km。マルゴー5型は 130mm 砲が1門、発射速度は毎分40発、最大射程 29.5km。近接防御システムシウスはハグロが 20mm 機関砲シウス2機、発射速度毎分4500発、射程 1490m。一方マルゴー5型は 30mm ガトリング砲が1機、発射速度毎分5800発、射程 3000m とマルゴー5型の方が上回っている。垂直発射システム VLS はハグロで使用されているマーク41が96セルなのに対して、マルゴー5型はそれを上回る112セルを搭載している。セルとはミサイルの保管容器と発射塔を兼ねるケースのことを言う。ミサイルはハグロが弾道迎撃ミサイルとして SM3 ブロック 2A ミサイルの運用が可能なのに対して、マルゴー5型はこの種類のミサイルを搭載していない。対空ミサイルについてはハグロは SM2 を搭載しており、将来的に性能向上型の SM6 も運用予定である。 SM6 は対空、対艦、終末段階における弾道弾迎撃という3つの任務を行うことが可能なミサイルで、射程は 300km 以上である。マルゴー5型の対空ミサイルの射程は 200km。 また別に HHQ-16 ブラボーという超低空を飛んでくる対艦ミサイルを迎撃するミサイルも搭載している。対空ミサイルにおいてはハグロの方が優れていると言える。
対艦ミサイルとしてハグロは SSM-2 と呼ばれる人7式艦対艦誘導弾を搭載している。このミサイルはアクティブレーダーホーミング方式で中間誘導に GPS が加わっており、後方精度が向上している。マルゴー5型の方は YJ-18 という対艦対地巡航ミサイルを搭載しており、射程は約 540km である。ハグロが対艦攻撃のみに特化したミサイルなのに対して、マルゴー5型は対艦対地両方を攻撃可能な長距離巡航ミサイルであることから、マルゴー5型に分があると言えるだろう。マルゴー5型駆逐艦の今後。マルゴー5型駆逐艦は中国空母機動部隊の艦隊防空の任務を行うことになる。マルゴー5型の防空能力は海上自衛隊のイージス艦並みの能力を持っているものと考えられる。現状、対艦攻撃が可能な自衛隊の航空機は F2 および F35 の2機種となる。しかしステルス機をも捉えることのできるレーダーを持っているとされているマルゴー5型に非ステルス機の F2 で攻撃を仕掛けるのは危険極まりない。 F35 に搭載予定である射程約 500km の JSM ジョイントストライクミサイルでの攻撃が必要になってくるだろう。しかしこれでも十分とは言えず、さらに射程 900km の長距離対艦ミサイルロングレンジ ASM の導入が必要になると思われる。当初は F15 を改修しこのミサイルを搭載する予定であったが、改修費用が予想より大幅に増えることが分かったため一旦見送りとなっている。今後の展開が注目されるところだ。